今回は江ノ電の全駅に駅タグが設置されたということなので、全駅に歩いて駅タグを取りに行ってきました。江ノ電の駅タグは今まで3つしかなかったんですけれども、そこが一気に12駅増えたというところが楽しみですね。またもともとあった3駅もデザインが変わったっていうところもちょっと再度取得する楽しみができたと思っています。今回すごい気温が高い時に行ってしまったので、ちょっと歩くところ大変だったんですけれども、駅と駅の間隔が短いんで、休憩間隔が短いということで、そんなにすごい疲れなくてもウォーキングができたと思います。では早速江ノ電江ノ島駅からスタートします。今回江ノ電の駅タグの方は結構改札口の中にあるということがあったので、こちらの方については改札口にたびたび入るのかなと思うので、江ノ電乗り降りくんっていうチケットを購入してみました。ちょっと使い方がよくわからなかったんでうろうろしています。で、よく見るとQR コードが出てくるっていうのが分かったので、改札口の方のところに行って QR コードを読み取るところの装置があるかなと思ってよく見てみると、ちっちゃな QR コードを読み取る装置があったので、ここに QR コードを当てて入ってみました。こうやって入れるんですね。入ってすぐのところにスタンプ台があったので、駅タグを見つけることができました。江ノ電鎌倉駅の駅タグをゲットしました。武士と江ノ電の駅と、あとは八幡宮がモチーフになってるみたいです。では次の駅は 740m 先なので約9分ぐらいになります。まだ朝早いので全然店やってないですね。ただちょっと歩きがいがありますね。踏切の音がしますけど、江ノ電どこにいるんだろう。見えました。奥の方に江ノ電が走っています。今回も徒歩で行くルートはナビタイムの、徒歩検索でやってるんですけれども、でもこの徒歩検索があると、どこを歩けばいいのかって分かりやすくて、さらに曲がり角とか、あれですね、横断歩道をまっすぐ行くのかとかっていうところをイヤホンで教えてくれるのでとてもいいです。和田塚駅が見えてきました。和田塚駅の駅タグのスタンプをゲットしました。和田塚駅のスタンプには和田一族と、あとは何ですかね、この通りがモチーフになってるみたいです。次の駅までは 579m 約7分になります。この鎌倉のあれですね、駅タグウォーキングは駅間がかなり短いので、すぐ着いちゃいますね。結構楽しめます。由比ヶ浜駅が見えてきました。ポスターの途中にちょっとありましたね。一瞬ちょっとどこにあるのか分かんなかったふらついたんですけど、すぐ見つけることができました。さすが由比ヶ浜駅だけあって海辺がモチーフになってるみたいです。次の駅まで 713m 約9分となります。長谷駅に到着しました。改札外にスタンプがなかったんで、反対側だと思って反対側のホームに来てしまいました。
反対側にも駅スタンプがなかったので、よく見たら改札内にあるということだったので、早速 QR コードを読み込んで改札内に入って駅タグを取ります。発生駅の駅タグを取ろうとしています。反応しましたね。発生駅の駅タグをゲットしました。予想を反してここは大仏とかのモチーフではなくて駅がモチーフになっていました。次は 831m11 分になります。次の駅までしばらくちょっとあれですね、鉄道の線路沿いを歩くことになります。ここでちょうど江ノ電が来ればいいんですけれども、今回歩いている最中ではこの次の駅までの間に江ノ電に会うことは残念ながらできませんでした。次の駅までの間にちょっとした山を通るというような感じになるので、上り坂を攻めていくような形になります。結構きついですね。ただ朝のすがすがしい時間帯に歩いているので楽しみながら歩いていきます。江ノ電からも見える赤い橋が見えてきました。そろそろ次の駅に近づいてきた感じになります。極楽寺に到着しました。傘立てに QR コードがあったので、すかさずなんか訳が分からず落ちてしまったんですけれども、実は駅タグではありませんでした。壁側にあったので極楽寺の駅タグをゲットします。モチーフは先ほどのあれですね、赤い橋と江ノ電ということになっています。次は 896m11 分です。今度は柵のない線路沿いを歩くことになります。そうですね、ここでもちょうど江ノ電が来るといいんですが、残念ながら江ノ電に会うことはできませんでした。やっとここで江ノ電に会うことができました。せっかく江ノ電に会うことができたので、江ノ電を見ながら歩いて進んでいきます。稲村ヶ崎駅に到着しました。すぐ目の前に駅タグがあったので、早速稲村ヶ崎の駅タグをゲットいたします。モチーフは稲村ヶ崎になっています。では次の駅はちょっと離れていて 1.3km あるので約16分になります。ちょうど歩いてるとなんか遠くに電車の音が聞こえてきました。ちょっと海が見えてるところにいい角度で江ノ電がやってきたので、しばし止まって江ノ電を観察します。すごい迫力がありますよね。目の前を走ってくので。短い鉄橋が見えてきました。そうするとちょうど江ノ電が来そうな踏切の音がしたので、せっかくなのでここで江ノ電が渡っていくところですね。そこをちょっと見てみようと思います。江ノ電がいいですね。このゆっくりした速度でこの短い鉄橋を渡っていくところが本当ゆっくりですね。七里ヶ浜駅に到着しました。結構この駅降りてくる人が多かったので、改札の脇にある駅タグを取るためにちょっとしばし待ってから取得しました。さすがに七里ヶ浜がモチーフになっています。次の駅までは 881m11 分になります。この辺りはあれですね、踏切がない踏切って言ったらいいんですかね、ところがいっぱいありますね。そしたら江ノ電がまた来てくれました。なのでちょっと江ノ電が通り過ぎるのをしばし見てみます。今回はスピードが出てますね。七里ヶ浜と遠くに江ノ島が見え始めました。そろそろ江ノ島の近くになってきました。
撮影スポットで有名な鎌倉高校前駅の踏切となります。では渡ります。鎌倉高校前駅に到着しました。早速時刻表の下に駅タグがあったのでゲットします。鎌倉高校前駅の駅タグをゲットしました。鎌倉高校前駅の踏切がモチーフになっています。次の駅までは708メートルの8分になります。今回は江ノ電に後ろから抜かれていきました。江ノ電もいっぱい見れるのは面白いですね、この動きは。腰越駅に到着しました。腰越駅のスタンプをゲットしました。腰越駅のスタンプは江ノ島がモチーフになっているみたいです。次の駅までは696メートル9分となります。江ノ電がやってきました。車がちょっと端に避けて江ノ電が通り過ぎるのを待ってるみたいです。この道路のど真ん中を江ノ電が走ってるっていうのもちょっと面白いですね。江ノ島駅に到着しました。江ノ島駅は今回スタンプのデザインが変わったということなので楽しみです。江ノ島駅のスタンプをゲットしました。江ノ島駅のスタンプは江ノ島ではなくて江ノ島駅がモチーフになってるみたいです。次は595メートル7分となります。江ノ電がやってくる気配がしてきました。踏切の音が鳴ってるだけなんですけど、江ノ電がまた大迫力です。湘南海岸公園駅に到着しました。湘南海岸公園駅の駅タグをゲットしました。湘南海岸公園の駅と湘南海岸がモチーフになっています。次の駅までは約 1.0km12 分になります。ちょっと江ノ島駅を越えたので観光地からちょっと離れてまた都心に向かうような感じになっています。ただすごい暑いです今日は。なのでちょっと暑さに耐えながら進んでいます。鵠沼駅に到着しました。改札内なので乗り降りくんをスキャンさせて改札内に入ります。で駅長室って書いてあるんだけどどこかわからなかったんでちょっと迷いましたが、ちょっとガラスですね、ちょっとこの扉のガラスのところにあったので早速駅タグをゲットします。鵠沼駅の駅タグをゲットしました。鵠沼駅の近くを流れる境川がモチーフになっています。次の駅は724メートル9分になります。この辺りは江ノ電も高架化されてるみたいです。ちょうど江ノ電がやってきたので江ノ電を見ながら歩いて進んでいきます。柳小路駅に到着しました。柳小路駅はあれですね、券売機ブースの横に駅タグが貼られていましたので駅タグをゲットします。柳小路駅の駅タグをゲットしました。双子玉川緑地公園と柳小路駅がモチーフになってるみたいです。では次の駅は559メートル7分になります。石上駅に到着しました。ここも券売機の横に貼られているので駅タグをゲットします。石上駅の駅タグをゲットしました。石上駅と江ノ島に続く道って感じですかね。江ノ島道がモチーフになっています。次の駅は674メートル9分になります。ちょうど石上駅から江ノ電が出発しているところがよく見えます。
歩きながら見て進んでいきます。藤沢駅に到着しました。藤沢駅は改札内に駅タグがありますので、改札内に入っていきます。藤沢駅の駅タグをゲットしました。藤沢駅の特徴的な駅舎がモチーフになっています。今回は江ノ電全線に駅タグが設置されたという記念期間だったので、記念駅タグもゲットしました。では今回のルートを振り返ってみましょう。今回江ノ電に駅タグが全駅に設置されたということで、江ノ電を急遽歩くことになったんですけれども、今回全駅に設置する前までは3駅だけ駅タグがあったという状態だったので、ちょっと楽しめなかったんですけれども、全駅に設置されていたということで結構楽しめましたと。で、良かったところはあれですよね、駅タグの設置されている駅の間隔がもう本当に 1.3 キロが一番長くて、それ以下ですよということなので、だいたい15分から4、5分っていった感じで次の駅タグが取れるっていうところが結構面白いですね。また江ノ電がすれ違うところとか結構見れるので、海岸線をバックに駅タグを取りながら江ノ電を見ながら江ノ島を見ながら歩けるというところが今回の鎌倉ウォーキングの良かった点だと思います。ぜひ皆さん歩いてみたらいかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。動画に興味がありましたらいいねを押してもらえると今後の励みになります。よろしくお願いします。